はい、皆さんおめでとうございます。日本ではおめでとうございますというんです。それはいろんな表現の仕方があります。表現の仕方がありますが、一番使われておるのは木の芽が新しい芽が、膨らんで伸びるという意味、それを含めておめでとうという言葉が使われております。いろんな表現がありますから、これだけは全てとは言いません。そのようにして皆さん方、おめでとうございますと言えば、皆さん方もあなたもよろしくおめでとうございますという言葉を返すのが習わしです。Everyone, omedetou gozaimasu. Happy New Year. In Japan, the expression of omedetou gozaimasu is a meaningful word because it has the sense of being a tree bringing forth new buds. A tree bringing forth new buds. This is a congratulatory thing. So that's how they say congratulations. In this expression, that is what it means. There are many different expressions for something similar, but in the same way that a tree brings forth new buds, he's hoping that everyone here has that kind of new year. 今年は、東洋では辰年ということであります。実のところ、私が辰年の生まれのものでもあります。1940年が辰年でありました。今年は74歳の辰年を迎えることになります。This year in the Orient, it is celebrated as the year of the dragon. And in fact, he mentions that it is Roshi's year. He is born in a dragon year of 1940, meaning that this year he is an 84-year-old dragon. 実のところ、西暦2000年は辰年なんです。皆、干支で数えることがないからご存知ありませんが、西暦2000年は1999年で、ノストラダムの予言によって、この世紀が終わるという一つの予想がありました。そこで予想通りにはいかずに、世の中は新たに辰年をもって生まれ変わったんです。これが西暦2000年。There is a confusion in how these numbers work, however, in Nostradamus's prophecy that the year 1999 the world would end, and because there was some confusion with this matter, again the years of 2000 became a year of the dragon, and the dragon year became a different year than it would have been otherwise. おめでたいかどうかは別にして、辰年というのはヨーロッパの辰と龍と東洋の龍はちょっと趣が違います。ヨーロッパの龍は悪いやつ、東洋の龍はいいやつです。というのは龍は水を呼び、そうしてそこに力を生み出していくという
意味を東洋で思っております。西洋の竜はどうも悪いことするやつのようでありますから、いい面もあれば悪い面もあるということだと思います。Congratulatory or not, speaking of dragons, he said he's not sure which that is, but he does know that in the Western countries, the countries that are not the Orient, and in the Orient, the sense of what a dragon is like is quite different. In Europe, there's kind of a bad rep for the dragons, but in the Orient, the dragons are excellent and good because they bring forth water, and from that water comes a great strength. And that is why in the Orient, dragons are considered good, but in the East, in the Western countries, the dragons have more bad parts as well as good parts and have various ways of behaving that are a little different from the Orient. 雲門中の雲門文言和尚。ある時に修行者に自分の持っておる杖を修行者の前に突き出して、修行す返じて竜となる。健康を頓脚し終わり、千が第一、いずれのところよりかへ来た。このように、雲門大師が浄土されました。浄土とは、修行者に向かって、真理を表されたわけであります。これは、碧眼録の60作に載っております。雲門大師が修行すというのは、修行者、誰でも持っている旅をするときには、水を渡るときに水の深さを調べる。夜行くときには道の状況を確認する。そういう意味で、杖は必ず持って歩くのが常識であります。その杖を皆の前に突き出して、この修行がな、竜となって、この世界を全てを飲み込んでしもうたぞ。この杖がこの世界を飲み込んでしもうたら、この世界全て失われてしまう。君たち、どこに足を置くのかな。さあ、言えるものがあるかどうか。こういうようにして、雲門大師がある時に修行者に迫られました。これは雲門大師が大空を吹いたのじゃありません。皆さん方が座禅をすれば、この体験を得ないような座禅は何の役にも立たんということです。座禅をして体がなくなり、自らの認識がなくなり、理解判断すべてがなくなって、この世界何一つ認めるものがなくなっちまう。これは座禅です。この体験をおるために、皆さん方が老発のお絶心、練り返しのお絶心、こうして心境を鋭く掘り下げていただいたのは、その体験のためであります。要するに、この世界は主観と客観の2つしかありません。見る我と見られるこの世界。この2つがこの世界の一番の元です。要は庭の木を見てごらんなさい。庭の木は、私は辛い思いをしています。そんなこと言いやしません。庭の石を見なさい。庭の石も私は頑張っております。そんなこと言いやしません。この世界の存在はすべて独自に独立しておるのです。
木は木として、石は石として、山は山として、月は月として、太陽は太陽として、この世界の存在、すべてそのものそのものの真実をもって現れておるんです。それなのに、この世界見回してごらんなさい。なぜウクライナとソビエトのロシアの戦争が2年以上も経って3年目を迎えようとしております。なぜ戦争が起こり、戦争が解決しないんでしょうか。また、ハマスとイスラエルの戦争、こういう戦争、なぜ起こったんでしょうか。なぜ終わらないんでしょうか。皆それぞれが自己の主張を繰り返して、この世界は良い悪い損得敵味方、得た失った、生まれた死んだ、偉いバカ、歌手、金持ち貧乏、先生と生徒、親と子供、男と女、いろんな意味で対立の世界が起こっております。それはこの世界は対立があるはずはないが、人間の主観が対立を作っているのです。この世界の存在はそれぞれ独自で存在しているのですから、それぞれが自立しております。だが主観の方が混乱をし、敵や味方や損や得や勝ったや負けたや、いろんな意味で混乱が繰り返されております。雲門大師が史上す変じて竜となり、健康を断託し追われる。千が第一、いずれのところよりかへ来たる。こう浄土されたのは、その主観を大掃除してこいということであります。お互いの主観、自我、分別、外国画集、経験、知識は結構だけれども、その経験、知識に人よ人と自分の違い、そんなことがそこに関わってくる。これがこの世界の混乱の原点、元凶です。雲門大師が言われるのは、その自己を心の底から大掃除してこい、こう言っておられるのです。そこで初代徳皆さん方が座禅をし、体を忘れ、考えを離れ、自らの主張たちは全てを解放して雄大な心境になっていただけるならば、皆さん方の対立の主観と客観対立は消え去ってしまう。要するに何のために座禅するのかといえば、主観と客観の対立が消え去るのが座禅です。だから禅道で座禅をしても、自らの体を忘れるまで座れるならば、目の前の土間が自分の目になって現れてくる。自らが土間に吸い付いてよ、こういう心境を味わうのは座禅でなければなりません。要は主観と客観が対立しておるから、良いとか悪いとか損とか得とか正しいとか間違っているとか、いろんな分別感が起こるのです。お互いが座禅が熟すならば、その主観と客観、見る我と見られる世界がピターッと一つに溶け合っておるから、あ
りながらあるとも思わない。これが座禅です。座禅していつまでもいつまでも自分の立場や考えや主張や悩みや迷いが繰り返されるのはその内容が乏しいからです。座禅はそこまで座れて初めて生きた本当の座禅として実感されるわけです。雲門大師が至上す返じて竜となり健康をどん落し終わる。千が第一、いずれのところよりか英気である。こう言われたのは、お互いの体を忘れ、この世界と我と、ピャーッと一つに溶け合っておる。この体験をまず得得すること。時間はかかっても、そこまで座禅が深まっていく。清められてくる。そういう座禅ができて、初めて自らの人間性の中に含まれておる我欲我執が純粋化され、清められた意識作用はちょうど鏡のような澄み切った明朗な心境として実感されるでしょう。要するに座禅が深まるということは、お互いの意識が鏡のような心境にならせていただく。だからこの世界はすべて真実として現れた現象です。山が現れ、川が現れ、花が現れ、鳥が現れ、月が現れ、太陽が現れ、あらゆるものが現れて、この世界を生き生きと輝かしていくのです。だからお互いが座禅をし、まず体を忘れるまで座り、その体験がそこからさらに新しい真意識となって、新しく新鮮な山を、川、花を、鳥を、月を、太陽を、千羅万象、ずらっと新鮮な存在を生み出している。これが座禅です。こういう体験を得るならば、なぜウクライナとロシアの戦争が起こったのか、なぜ終わらないのか、ここのところはその対立の観念が解決されるならば、お互い受け入れ認め合わざるを得んところは当然起こるからです。イスラエル・ハマスの対立も全てそこに許される豊かな心がそこから生み出されてくるのです。この世界が本当に意味で平和になるためには、皆さん方一人一人の悟りと一人一人の真実体験を持って臨まなければ解決は難しいでしょう。そういう体験を持ってするならば、この世界決して争いの中で一生続かなければならん。そんなことありません。お互いが許し合い、受け入れる豊かさがあるならば、必ず解決します。ここのところ、お互いがよく見直し、今日の世界情勢を皆さん方の座禅、体験から解決されること、ここのところ、信念を持って、これからの座禅をさらに深めていただきますことを切に願うところであります。Master Unmon Bunen said to his students, to his assembly, when he was addressing them with a teaching, this staff, he was holding a staff, it becomes a dragon. And that dragon drinks down the whole world
drinks down all the mountains, the rivers, the oceans, and all of those things are then gone. All the four worlds disappear completely. The dragon has drunk down the world. This is the case in the Blue Cliff Records, number 60. Master Ulmon said this staff, the staff he was talking about was a regular piece of wood staff, a tool for all monks for when they go on pilgrimage to check a river's depth or to see how dangerous a place to walk could be. It was a usual tool for any monk to carry. And he says, this staff is a dragon and it has drunk down everything in the whole world. And where have all these things gone? The whole world has disappeared. Well, where will you put your feet down? Can anyone answer this? He challenged all of the monks in the assembly. He demanded of his monks to give an answer. He was not simply bragging, but he is saying that if our zazen is not zazen where everything disappears completely, it is not zazen. It is only that zazen where everything in the universe disappears. For this, we have to do these recent strict sessions that we have completed for this very experience of everything disappearing. Then teaches us how everything can be divided into the subjective and the objective. And to see that, we have to understand how there is something that sees and there is something that is being seen. A tree or a rock in the garden, they do not have any idea that they are sitting there in relationship to each other. So they don't have any idea that they're working very hard being a tree and being a rock. Everything in existence is truly individually arising and existing. A tree is a tree. A stone is a stone. The moon is the moon. The sun is the sun. Each is truth in itself. So if we look at this, and this is the way that we understand how Unmon is saying this, we can understand how there can be a war in Ukraine and Russia. Now going into 3 years because there is still no resolution. The same with Hamas and Israel. Why do these things not end? Because we are all so caught on these dualistic thoughts and ideas of what things that are existing are posing, good and bad, life and death, hard, easy, rich, poor, things that are parents and children, man and woman, student and teacher, all of these dualistic pairs, we see everything in this dualistic view, and that is what brings forth things like Ukraine and Russia, Hamas and Israel. But, in fact, there is no dualism. All over the whole world in existence, every single thing is an individual phenomena that comes forth. We always put it into terms like good and bad, enemy, friend, good and evil. So many dualistic views that soak through everything that we see and we relate to. Unmon is saying, this staff has become a dragon and drunk down the whole universe. Where will we find the mountains, the rivers, and the ocean? You need a great cleaning. Let go of all of this division into dualistic, subjective, and objective. Let everything be free of dualism, the source of confusion. We have to make this very clear. And for making this clear, we do zazen. First, you lose track of your physical body. And then you let go of all of the mentation, all of the mental thoughts, the ideas, the things that we get caught on that are always going around in our head, always in a system of being dualistic. And then the dualism
of the subject and the object can be let go of. For this, we do zazen, to let go of those dualistic views. And so we have to sit. We have to sit with everything we are. We have to become so deeply in our sitting that we forget ourselves completely. We become one with the floor smack in front of us. If it is not that kind of true zazen, with all of the dualism gone because we've forgotten even ourselves, as our zazen ripens, subject and object disappear. They become one completeness. While being what we are doing, we have no sense that there's a me doing that. Only this is the true zazen. Master Unon took his staff, held it out in front of the monks and said, "This staff is turned into a dragon and has drunk down the whole universe. Where will you find a place to stand?" This was to guide us to forget ourselves in each thing that we do. To experience this, we do zazen. And then we can let go of our ego dregs and become like a great bright mirror. Our zazen deepens to become this and see everything as only the phenomena that it is individually, the birds, the moon, the sun, the trees, all perceiving, all shining and radiant. We see what we become and realize this newborn awareness, which everyone is able to realize because it's who we are. The sun, the moon, all the 10,000 things all become reborn in this discovery. And then we look at these wars and we see clearly that the dualism is so deeply entrenched there, and know that a true resolution of peace, for that we all need to awaken to why these problems come and why these conflicts continue, and to bring them to a place of not continuing under today's world's conditions. It has to be seen clearly. And for this, we have to do true zazen.どうぞ皆さん方の修行がさらに深められて、皆さんの体を徹底、一人一人の三善がき々と輝くように祈っております。そのためには油断せずに、今年一年どうぞよろしくお願いします。Everybody's deep zazen has to become real. For this reason, we have to sit with everything we have, and he prays for this year's zazen for each and every person to become that complete and totally realized zazen. 一番悪いのは観念に騙されることです。お互いはいらん観念を持たずに、ストレートで見る、聞く、酔う、味わう、感じる、まっすぐにこの世界に体当たりしていくんです。それが真実です。The worst of everything is just holding on to conceptual ideas, to dive into everything you do, with everything you are, without leaving any space for thinking about those things, but about becoming each and every moment's activity. はい、どうぞ、当番の人、お客さんが見えたら、どうぞ接待をしてください。よろしく。People who are in charge of the guests that are coming, please take care of them. どのくらいやってるの？ Are you still going with this? なんか僕、70年。ご苦労さん、元気で。Thank you for your efforts and be well. Not just.